こんにちは、色塗り堂でございます。今日は、衝動的に買ってしまった、背丈の岩彩48色セットですね。これご紹介したいと思います。よいしょ。なぜ48色セットにしたのかというとですね、一つには、これが39% 引きで Amazon で売ってたということです。それと、赤の色が多いんです。はい。なので、リンゴをよく描く身としてはですね、赤の種類が豊富なのが良いということで、これにいたしました。プラスチックが苦手なんですよ。おう。買ったのはですね、この岩彩単美っていうシリーズですね。それと、これは、ホルベインの3本セットで売ってました。1本が熊取筆。ライナーですね。これが、2本が太いのと細いのと、彩色筆になります。彩色とこれ、円山っていうものかな。よいしょ。このくらいの違いがありますね。こっちが円山、こっちが彩色と、こっちが8で、こっちが6。似てますけどね、形はそんなに。これは、陶器のお皿を買いました。蓋付きです。蓋はね、プラスチックでちょっと嫌なんだけど、こっち陶器なので。7つありますね。それと、細かくてよく見えないんだけど、高温多湿を避けて、水平状態、岩彩面を上にして、だからこのままの状態ってことですね。こういう状態で、水平を保って、
まあ、使ったり持ち運び、保管をしてくださいということですね。最近高温多湿ですからね、日本はほとんど。どうしたらいいんだ。冷蔵庫？夏場冷蔵庫に入れなきゃいけないのかしら。ちょっとわからないですね。あと、洋服とかにつくと落ちませんって書いてあります。わー。この辺はなんか水彩絵の具とちょっと違うかなって思いますね。あとは、使った後、表面の水分を乾燥させてから保管してくださいってことです。カビやすいのかしら。まあ、なんか扱いとしてはそういうことみたいです。はい。それでね、これ48色セットなんですけど、よいしょ。今日は一個一個こうやって、これが1個ですね。これは何色もただ詰め合わせになってるってだけなので、単品販売、これ1個で単品販売している。そして、ここに、ちゃんと、ね、エンジ、36番のエンジ。それがここに書かれてます。ローズマダー、で25って言った。まあいいや。で、これをこのまま、横に置いて使えるということですね。それで、これを買ったのはですね、この間、先日、試した画線紙。アルマンの画線紙ですね。これが、いわゆる透明水彩だと暗くなっちゃうというので、だからこれはやっぱり岩彩とか墨とかで塗るのが、使うのが本ということで、何しろ、100枚入りをなんかずいぶん昔なんでか買っちまったようなので、これで、手紙でも書きたいかなって思ってます。と、これですね。塗り絵本なんですけど、これを購入しまして、色鉛筆でね、華やかに濃く塗るのも楽しみではあるんですが、やっぱり日本の色でも塗ってみたいということで、岩彩を購入いたしました。で、色見本なんですが、こういうのがついてたり、これがその、箱の裏に、こうついてたりするんですが、あまり、水彩紙でもなさそうだし、
ましてや和紙ではないということで、色見本は別に作った方がいいかなと思っています。では、実際に試してみます。しかし、この筆なんですけど、子供の頃お習字をした時には、なんかここに、こういうところに糸を巻いて筆下ろしなるものをした気がするんですけど、これこのままでいいんですかね。とりあえず、やっぱりこれ、何かこう、塗られている感じです。ちょっと時間かけて下ろさないとダメっぽいっすね。こっちは比較的すぐ、やっぱ細いから。なかなか、手強そう。忘れちゃいましたね。筆最初に下ろすときのやり方とか調べればよかった。この熊取筆と、この3本ですね。合わせてね、1000円ぐらいだったかな。ちょっとしたっけかな。このぐらいの、なんでしょう。初心者用の、なんか、絵手紙セットみたいな。手紙の筆セットみたいな感じで売ってます。では、よいしょ。これがさっきの画線紙ですね。これ演じ。
私の思う演じと全然違う。かなり水少なめで撮ってるんですけど、大丈夫。演じというよりは、確かにローズマター、まだって感じですかね。ただ、画戦士って、画戦士なのか、色の問題なのか、かな？眼彩って塗って乾くと薄くなるみたいなんですよ。だから濃いめに塗った方がいいって話でした。これが、ロービン。結構鮮やかな赤色です。画面だとオレンジっぽく見えますけど、一番原色なんかに近い気がしますね。確かに乾くと薄くなります。本当だ。うん。一応ね、
髪を変えて、水彩紙、ホワイトワトソンでどんな感じか見てみます。なんか薄くなっちゃう。乾いて薄くなると色の違いがそんなに際立たない感じではありますね。そう。ただ、水彩紙、ホワイトワトソンよりも河川紙の方が色が乗りやすい感じがします。はい。ホワイトワトソン結構好きなんですけどね。色も乗りやすいはずなんだけど。ここはやっぱり、岩彩との、これがこう、岩彩ってことなんでしょうかね。で、色見本を作っていきたいと思います。これで48色でございます。このね、色が並べられている通りに左上からエンジ、ヨベニ、勾配、ベニ、赤種、種、大々山吹、東欧、富士の黄色ですね。木、で、ひわ色、で、うぐいす六、白六、忘れなぐ、間違った。萌え木ですね。萌え木、若草、木草、青草、よもぎ、能力、群六、六章、百六、忘れなぐさ、白群、あさぎ。で、水、瑠璃色、群青、居合、愛、鉄根、青紫、紫。で、ボタン、
藤色、桜色、薄橙、鳥の子色、黄土、大社、小豆、栗色、焦げ茶、黒、鉛色、白、白金色、青金、金となっております。しっかり乾いたらこれに名前をこう下とかに書いていこうかなと思っております。で、作品の方はまた別動画にしたいと思います。とりあえずリンゴ描きからやっていきます。ではまた。